ボイスボックス、もちこさん。ノーマルでテキストを読み上げます。平和を願い長崎の鐘を鳴らします。広島と長崎に原爆が投下された日に、平和を願って市庁舎前にある長崎の鐘を鳴らします。黙祷の際に、サイレンを約1分間鳴らしますのでご理解ください。2023年8月15日火曜日正午、追悼行事は台風7号で中止になりましたが、黙祷のサイレンは商店街にも響きました。以上で相生市での戦没者追悼行事は終了しました。ご視聴ありがとうございました。台風7号に襲われましたが、平和な日本です。しかし、戦争の火種となる導火線があちこちに見えてきます。終戦の日に感じる違和感を私が個人的に俯瞰してみました。あくまでも個人の感想文なのであしからず。映画オッペンハイマーのヒロインとしてコラージュされたバービーが披露されました。日本のマスコミや指揮者は一斉に批判しました。しかし、これは何かの暗喩なのではないでしょうか。核爆弾が非人道的兵器など、ヒーローの国、核使用国アメリカには自明の理なのです。日本軍がアメリカ兵をたくさん殺害し、これ以上の被害を出さないために、早期に戦争を終結するためには必要な攻撃だった。しかし、キャプテン、アメリカすらその使用を批判している。みんな、分かっていることなのです。核の先行不使用宣言は、あくまで一般論として申し上げれば、すべての核兵器国が検証可能な形で同時に行わなければ有意義ではないと考えております。松野官房長官は、多くの核保有国が存在する現在の状況下では、検証方法がないままで実施されても、日本の安全保障に万全を期すことは困難との考えを明らかにしました。核の先制不使用をめぐっては、日本などの同盟国がバイデン政権に導入しないよう働きかけているとイギリス紙が報じていますが、松野官房長官はアメリカとの関係などから回答を差し控えるとしています。まあざっくり要約すると、原爆は自分のところは2発も落とされてるからダメだけど、他の地域には先に落としても OK よって言ってるだろよこれ。アメリカにやれやれ煽ってないか。ウクライナ戦争のロシアに向かって言ってるのかね。官房長官は。G7 首脳らは広島サミットが開幕した昨日、世界経済やウクライナ情勢などについて意見を交わし、核軍縮に焦点を当てた G7 初の独立首脳文書、広島ビジョンを発出しました。この文書は、核兵器のない世界の実現に向けた G7 首脳の決意、具体的合意、今後の優先事項、方向性を力強く示す歴史的意義を有するものであると。
広島ビジョンでは77年間に及ぶ核兵器の不使用の記録の重要性を強調すると明記しました。その上で核兵器に関する透明性を重要視し、アメリカ、フランス、イギリスは核戦力やその客観的規模についてのデータを提供しているとして、中国などを念頭に核戦力のデータの公表を求めました。岸田総理は核兵器国の関与も得ながら現実的かつ実践的な取り組みを進め、核軍縮に向けた国際的な機運を一層高めていきたいと訴えています。昨日の議論では中国について G7 として共通の懸念を直接伝え、国際社会の責任ある一員として行動を求めることも確認しました。笠井亮君。総理は抑止力という言い方で言われました。先ほども命と暮らしを守るために拡大抑止が前提と、そこまで言われたわけです。そこが問題なわけですね。核抑止力はいざというときは、核兵器を使用して、広島、長崎のような非人道的惨禍を引き起こすことをためらわないという議論であります。それを公然と謳うビジョンに、何のために広島で開いたのかと。広島の名前を付けてほしくないという声が上がるのは当然であります。ご指摘の核兵器を全廃するという表現と、核兵器のない世界を目指すという表現と、これはどこに違いがあるのか、これは私自身は同じ大きな理想について語えているんだと思っています。そして先ほど申し上げたように、核兵器禁止条約、核兵器国1カ国も参加していません。核兵器国をこの出口であります核兵器禁止条約にどう近づけていくのか、これが唯一の戦争被爆国の責任だと思っています。そのための現実的な、具体的な取り組みを、この広島ビジョンにおいても示したと考えています。ぜひ、自らが核兵器禁止条約に参加するだけではなくして、核兵器国を核兵器禁止条約にどう近づけていくのか、被爆、唯一の戦争被爆国として責任を果たしていきたいと考えております。私、G7 で広島の原爆の日の式典で岸田総理大臣が核なき世界の実現を訴えたことに対し、中国政府は日本はアメリカの核の傘を享受していると批判しました。核兵器をめぐる岸田総理の発言について、中国外務省は昨日の会見で、日本はアメリカの核の傘を享受し、アメリカが核兵器の先制使用を放棄することに反対していると指摘しました。その上で、日本は原爆の被害だけを語り、侵略の歴史に対する深い反省が少しも見られないと主張しました。一方で、中国は現在およそ350発の核兵器を保有しているとみられています。今日付の朝鮮労働党の機関紙は、昨日平壌で行われたアメリカなどに対する戦勝記念日の式典について伝えました。金総書記は、アメリカの傲慢さは今も変わっていないと述べた上で、我が国の核戦争抑止力も万全の体制にあると、核の使用も示唆し、対決姿勢を強調しています。ロシアのプーチン大統領はアメリカのバイデン大統領から殺人者という認識を示されたことに対し、日本への原爆投下を引き合いに出して反論しました。В конце Второй мировой войны против Хиросимы и Нагасаки никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. 戦う覚悟です。お金かけて防衛力持ってるだけではダメなんです。台湾海峡の安定のためにそれを使うという意思、明確な意思を相手に伝えて、それが抑止力になると。とにかく今の戦争を早期に終わらせて、それに我々自身も
そして、日本政府や特に国連で棄権をした中国やインドや、アジアやアフリカの国々がこれに関わっていこうということを話し合ってきました。はいね、こうなってる状況の中で、ウクライナにめちゃめちゃ金突っ込んで、クリミア半島も含めてウクライナを奪回するが、最終的に人の死ぬ人数が減るっていう形だと思うんですよね。はい。ひろゆき、現実は2チャンネルかよ。言わないでよいことばかり言うから、もう終わりだねこの国。どうして広島に原爆が投下されたのですか？まあざっくり要約すると、アメリカ軍の犠牲を少なく日本の犠牲を最大にするためですね。ソ連参戦をやらせてソ連軍に北海道、東北の残党を処理させればいいか。原爆の恐怖にソ連軍ロシア人、ガクブルで夜も眠れねえだろがざま。狙い通りアメリカの被害は最小に抑えられた。バービーもにっこり。みんな、知ってた？バイバービー、もう来ないでしょ。ご視聴ありがとうございました。さよならだ。